ねえねえマリサ。なんだレイム。ザック・ワイルドって知ってる？ああ、オジー・オズボーンやブラック・レーベル・ソサイアティで活躍してるヘビメタル界で伝説的なギタリストのことだな。それでは、今日はザック・ワイルドについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ザック・ワイルドの幼少期ってどんな感じだったの？ザック・ワイルド、実は本名はジェフリー・フィリップ・ビーランドって言うんだぜ。1967年1月14日にニュージャージー州のバイオンで生まれたんだ。彼はアイルランド系の血を引いてるんだぜ。本名が違うのね。それで、ギターはいつから始めたの？ギターを始めたのは8歳の時だ。でも、本格的に熱中し始めたのは10代前半になってからだぜ。14歳の頃にはニュージャージー州シルバートンにあるシルバートンミュージックってお店で働いてたらしいぜ。へえ、若い頃から音楽に関わってたのね。ザックはニュージャージー州ジャクソンで育ったんだけど、学校から帰ってきてから翌朝学校に行くまで、ほぼぶっ通しでギターを弾いてたって言ってるんだ。そのせいで、学校ではいつもヘトヘトだったらしいぜ。ギターにそこまで夢中になるなんてすごいわね。それで、学校の勉強と両立してたの？まあ、どうにか卒業はしたみたいだぜ。1985年にジャクソンメモリアル高校を卒業してる。けど、多分心は完全にギターに向いてたんだろうな。彼のこういうストイックなところが、後の成功につながったんだろうな。ザック・ワイルドのキャリアの始まりって、どんな感じだったの？ザックが最初に音楽活動を始めたのは地元のバンド、ストーンヘンジだぜ。その後、ニュージャージーの別のローカルバンド、ザイリスでもプレイしてたんだ。ストーンヘンジとかザイリスって、どんなバンドだったの？どっちも地元密着型のバンドで、主に小さなライブハウスやイベントで演奏してたみたいだぜ。ただ、ザックの才能はそういう場でもすでに目立ってたって話だな。彼のプレイスタイルはこの頃から磨かれてたんだと思うぜ。へえ、その頃からすごいギターを弾いてたのね。でも、そのバンド活動がきっかけで有名になったの？いや、まだまだ駆け出しの頃だから、ここでは名前を広めるくらいだったぜ。でも、この経験が後にオジー・オズボーンと出会う足がかりになったんだろうな。ローカルバンドから始まって大物に繋がるなんて、やっぱり積み重ねが大事なのね。ザック・ワイルドとオジー・オズボーンの関係って、どんな風に始まったの？1987年、ザックがハワード・スターン賞を聞いてた時に、オジー・オズボーンが新しいリードギタリストを探してるって知ったんだ。それでオーディションを受けて、見事合格した。前任のジェイク・イーの後任として加入したんだぜ。それってすごいチャンスだったのね。どんな曲に関わったの？ザックは、オジーのアルバム、1988年のノーレスト・フォー・ザ・ウィケット、1991年のノーモア・ティアーズ、1995年のオズモシスで演奏し、作曲にも関わったぜ。特に、ノーモア・ティアーズは、オジーの代表曲の一つとして有名だよな。それだけ活躍しても、一度バンドを離れた時期があるの？ああ、1995年にはジョー・ホームズに一時的に交代してたんだ。けど、2001年に戻ってきて、アルバム、ダウン・トゥ・アースのレコーディングとツアーに参加してる。2007年のアルバム、ブラック・レインでもギターを担当して、またツアーを行ったんだぜ。それだけじゃなくて、最近もオジーと活動してるの？そうだぜ、2017年には再びバンドに合流してツアーに参加してるし、2022年には NFL のシーズンオープニングで、クレイジートレインを演奏して話題になった。さらに、ペイシェントナンバー9では4曲でギターを弾いてるぜ。そんな長い狭間オジーと一緒にやってるなんて、強い絆があるのね。それに、ロックの殿堂入りのセレモニーにも出たって聞いたわ。そうなんだぜ、2024年、ロックの殿堂入りセレモニーで、ママ・アイム・カミング・ホームと、ノーモア・ティアーズを演奏したんだ。これだけ長い間活躍してるのは本当にすごいことだよな。プライド&グローリーってバンドをやってたって聞いたけど、どんなバンドだったの？プライド&グローリーは1991年に結成されたんだ。ちょうどオジー・オズボーンのノーモア・ティアーズツアーがお別れツアーと宣伝されてた頃だぜ。ザックはホワイトライオンのリズムセクション、ベースのジェームズ・ロメンゾとドラムのグレッグ・ディアンジェロをスカウトして、最初はビナード・スキンヘッドって名前にしようとしてたんだぜ。ビナード・スキンヘッドってちょっとユニークな名前ね。でも、そのバンドは何をやってたの？結成当初はサザンロックの影響を受けたバンドだったんだ。1991年にファーム・フィドリンっていうインスト曲をコンピレーションアルバムに収録してるし、1992年にはブルースのスタンダード曲、ベイビープリーズドントゴーのカバーもしてる。1994年には正式にプライド&グローリーって名前に改名してアルバムを1枚だけリリースしたんだ。アルバムは1枚だけだったのね。それってどうして？
その年、ドンリントンモンスターズ・オブ・ロックフェスティバルでメインステージにも立ったんだけど、ツアー中にメンバーが抜けたりしてバンドは解散したんだ。最後のショーは1994年12月10日にロサンゼルスで行われたんだぜ。その後、ザックはソロ活動に移ったの？そうだぜ。プライド&グローリーの解散後、1996年にソロアルバム、ブック・オブ・シャドウズをリリースした。ギタープレイだけじゃなく、アコースティックなサウンドや彼のボーカルも前面に出たアルバムだ。さらに20年後、2016年には続編の、ブック・オブ・シャドウズ2もリリースしてるんだ。20年後に続編を出すなんて、長く音楽を続けてる証拠ね。ブラックレーベルソサイアティを始めたって聞いたけど、どんな経緯だったの？1998年、ソロアルバム、ブック・オブ・シャドウズの商業的成功がいまいちだった後、ザックはドラマーのフィル・オンディッチと一緒にブラックレーベルソサイアティを結成したんだ。デビューアルバム、ソニック・ブルーは、ザックがリードギター、リズムギター、ベースを自分で演奏して作られたぜ。一人でほとんど演奏するなんて、すごい才能ね。それで、他のメンバーはどうなったの？最初は、ブック・オブ・シャドウズのツアーでリズムギターを担当してたニック・カタネーゼがバンドに参加したんだ。でも、2013年にはダリオ・ロリーナに交代してる。それから、ザックの友人でプライド&グローリーでも一時的にベースを担当してたジョン・デセルビオが初のツアーでベースを弾いて、その後2005年からは正式メンバーになったんだぜ。メンバーが入れ替わりながらも続いてるってことは、ザックの中心的な存在感が大きいのね。アルバムはたくさん出してるの？ああ、これまでにブラックレーベルソサイアティとして11枚のスタジオアルバム、3枚のライブアルバム、6枚のコンピレーションアルバムをリリースしてるぜ。どれもヘビで力強いサウンドが特徴だな。そんなにたくさん出してるのはすごいわね。他に目立った活動はあるの？2006年にはオズフェストの第2ステージでヘッドライナーを務めたことがあるぜ。それだけじゃなく、ザックはその同じツアーでオジー・オズボーンのギタリストとしてもプレイしてたんだ。それから2012年にはブラックサバスのツアーの代替としてヨーロッパでのオジー&フレンズツアーにも参加してるんだ。ザックってオジーともブラックレーベルソサイアティとも忙しく活動してるのね。ファンは嬉しいだろうけど大変そうね。ザック・ワイルドって他にもバンドをやってるの？ああ、2014年からザック・サバスっていうブラックサバスのカバーバンドを率いてるんだぜ。ザックがギターとボーカルを担当してて、ベースはロブ・ブラスコ・ニコルソン、ドラムはジョーイ・カスティロが務めてるんだ。初期のドラマーはジョン・テンペスタだったけど、メンバー交代があったんだぜ。ブラックサバスのカバーをやってるなんて、ファンにはたまらないわね。それで、最近はどうなの？最近の大きなニュースといえば、2022年にパンテラの再結成ツアーにザックがギタリストとして参加したんだぜ。オリジナルのギタリスト、ダイムバック・ダレルが2004年に亡くなったから、その代役として参加してるんだ。パンテラって、確か伝説的なヘビメタルバンドよね。そのツアーはどうだったの？初公演は2022年12月2日にメキシコのトルーカで行われたヘブン&ヘルメタルフェストだったんだ。その後、ジューダス・プリーストと共にモンテレイメタルフェストに出演したり、ノットフェストのチリ、ブラジル、コロンビア公演にも参加したんだぜ。それはすごいわね。ヨーロッパや北米でもツアーをしてるの？ああ、2023年5月と6月にはヨーロッパツアーを行って、2023年から2024年にかけてのメタリカの M72 ワールドツアーでもサポートを務めてるんだ。2024年6月15日には、イギリスのダウンロードフェスティバルで20年ぶりに UK 公演を果たしたんだぜ。ザック・ワイルドって本当に精力的に活動してるのね。いろんなバンドで活躍しててすごいわ。他にもいろんなプロジェクトに参加してるの？その通りだぜ。ザックはスティーブ・バイが結成したロックとヘビメタルのスーパーグループ、ジェネレーションアックスにも参加してるんだ。このバンドには、エクストリームのヌーノ・ベッテンコードやイングベイ・マルムスティーン、トシン・アバシなんかもいるんだぜ。ギターの天才たちばかりじゃない。どんな活動をしてるの？2016年から2019年にかけて、いくつものツアーをこなしてるぜ。中でも2017年の北京でのライブパフォーマンスを収録したアルバム、ジェネレーションアックス・ザ・ギターズ・ザット・デストロイド・ザ・ワールド、ライブ・イン・チャイナがリリースされてる。彼らのギタープレイはまさに世界を壊す勢いだよな。それは聞いてみたいわね。他にも何か特別なパフォーマンスはあったの？2020年にクイーンのブライアン・メイも参加して、ボヘミアン・ラプソディの6人のギタリストによるスペシャルパフォーマンスを披露したんだ。これは AXS-TV のアットホーム&ソーシャル・ウィズ・ヌーノ・ベッテンコード&フレンズっていう特別企画の一環で、コロナ禍中にそれぞれの自宅から録音された映像が使われてるんだぜ。それぞれの家から録音して一つの曲を作るなんてすごい試みね。ああ、そうだぜ。ザックはこうしたコラボにも積極的に参加して、他のギタリストたちとも素晴らしい化学反応を起こしてるんだ。まさにギターの魔術師だな。
ザック・ワイルドのギターや機材って何か特別な特徴があるの？めちゃくちゃあるぜ。彼の代表的なギターといえば、1981年製のギブソンレスポールカスタムだな。クリームホワイトにブルズアイ模様が描かれてるやつだ。この模様は本当はアルフレッド・ヒッチコックの映画、めまいの渦巻きを再現しようとしたんだけど、ペイントミスで今のデザインになったんだ。ところが、ザックはそれを気に入って、そのまま使ってるんだぜ。そんな偶然で生まれたデザインなんて面白いわね。でも、そのギターをなくしたって聞いたけど、2000年にテキサスでの移動中、トラックの荷台から落ちて行方不明になったんだ。グレイルって呼ばれてるこのギターは、3年後にファンがダラスの質屋で見つけたんだぜ。ピックアップの裏に CW のイニシャルが彫られてたのを見つけて、ザックに返してくれたんだ。そのお礼に、ザックは彼にシグネチャーモデルをプレゼントしたんだぜ。ファンとの絆を感じるエピソードね。他にもシグネチャーモデルがあるの？もちろんだぜ。赤いフレームメイプルのブルズアイや、ブラック&アンティークホワイトのブルズアイ、ジッポライターのデザインを参考にしたオレンジのバズソーモデル。カモフラージュのブルズアイなど、バリエーションが豊富だ。それに、ランディ・ローズが使ってた、ポルカドット V に似た GMW、ランディ・ローズ V も舞台でよく使ってるな。ザック・ワイルドのギターコレクションって、特別なものが多いみたいね。その通りだぜ。特に、ディーン・スプリットテイルっていうギターが有名だ。泥が飛び散ったみたいなブルズアイのデザインが特徴的なんだ。それと、ZV っていうギブソンのスプリットテイル型モデルも彼のシグネチャーモデルとして作られてる。泥のブルズアイなんて、ザックらしい個性的なデザインね。他にも特別なギターがあるの？ダイムバックダレルがザックのために特注でデザインしたダイムシリーズレイザーバックっていうギターもあるんだ。このギターもブルズアイのデザインが施されてて、ダイムバックがなくなる直前に作られたんだぜ。それってすごく特別なギターね。ザックはそのギターをどう使ってるの？このギターはインディスリバーを演奏する時だけ使ってるんだ。この曲はダイムバックに捧げたトリビュートソングで、ザックにとってもすごく大切な意味を持ってる曲なんだぜ。そんな深い意味のあるギターと曲があるなんて、友情の強さを感じるわね。ギターだけじゃなくて、アンプやエフェクターもこだわってるの？その通りだぜ。ツアー中やホテルでの練習ではマーシャル MG シリーズの小型コンボアンプを使ってるけど、ライブではマーシャル JCM800 をメインにして、4×12 キャビネットに EVM12L300W スピーカーを組み合わせてる。エフェクターボードも豪華で、ダンロップのワイルドワウ、MXR のフェイザーやオーバードライブ、ディレイ、さらにはフランジャーやコーラスも使ってるぜ。そんなに多彩な機材を駆使してるのね。でも最近、自分のブランドも立ち上げたって聞いたわ。そうだぜ、2015年のナムショーで、ワイルドオーディオっていうブランドを発表して、カスタムギターやアンプのラインナップを展開してる。今ではほとんど自分のブランドの機材を使ってるんだ。まさにザックの世界観が詰まったギアだぜ。ザック・ワイルドのプライベートってどんな感じなの？ザックは妻のバーバランと一緒に4人の子供を育ててるんだ。そのうちの1人は、なんとオジー・オズボーンが名付け親を務めてるんだぜ。彼は家族をすごく大切にしてるみたいだな。オジーが名付け親なんて特別な絆を感じるわね。他にもザックが特別な関係を持ってる人っているの？ダイムバックダレルとも親友だったんだ。彼が2004年にステージ上で殺害された時、ザックは、インディスリバーって曲を彼に捧げたんだ。これが彼の友情と敬意を表してる曲なんだぜ。それは心に残るエピソードね。でも、ザックって宗教にも深く関わってるの？そうだぜ。彼は熱心なカトリック教徒で、自分のことをキリストの兵士と表現してるんだ。信仰心が彼の人生に大きな影響を与えてるみたいだな。そうなのね。健康面ではどうなの？ツアーで忙しそうだけど。実は2009年に血栓で入院したことがあるんだ。そのせいでマット・ベインやスタティック X とのツアーをキャンセルしなきゃならなかった。その後はアルコールを完全にやめて、健康に気を使うようになったらしいぜ。それは大変だったわね。でも、他にも色々な活動をしてるって聞いたわ。ザックは2011年から、バーサーカーホットソースっていうホットソースをプロデュースしてるんだ。それに、デスウィッシュコーヒーのオーディンフォースブレンドっていう商品をインスタグラムで宣伝したりもしてる。音楽だけじゃなく、いろんな分野で活躍してるんだぜ。ザック・ワイルドっていろんな賞を受賞してるの？彼のキャリアは長いし、音楽業界への貢献も大きいからな。特に2006年には、ハリウッドロックウォークオブフェイムにその名が刻まれたんだぜ。この名誉は、彼がミュージシャンとして成功を収めた証でもあり、業界への影響を認められたものなんだ。それはすごいわね。授賞式には誰か特別なゲストが来てたの？オジー・オズボーンをはじめとする著名なミュージシャンが出席してたぜ。
このイベントは一般公開されてたから、ファンもザックの功績を直接祝うことができたんだ。ファンにとっても特別な瞬間だったのね。それ以外には何か大きな賞を受けたことはあるの？ 2010 年にはメタルハンマーゴールデンゴッド賞を受賞してる。この賞はヘビメタルの世界で特に功績を上げたアーティストに贈られるものだぜ。ザックがメタル界でどれだけ重要な存在かがよくわかるだろ？そうね、こうやって多くの人に認められるのは本当に素晴らしいことね。ザックの音楽がそれだけ多くの人に影響を与えてきた証拠ね。その通りだぜ。ザック・ワイルドはギタリストとしてだけじゃなく、音楽業界全体を盛り上げる存在として評価されてるんだ。これからもその功績は語り継がれるだろうな。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。